パスオブジアビス始まるで、よろしくお願いします。今回はこのパスオブジアビスってゲームをやっていきたいと思う。一言で言うと、ダンジョン探索 RPG です。わかりやすい。リリースされたのは2023年末。2024年7月時点でまだアーリーアクセス版なんだけど、めちゃ面白いので我慢できずに動画作ることにした。なお今回はプレイ動画っていうより紹介動画ってつもりなので、最後までじゃなくて数パートやって終わりにすると思います。正式リリースされたらプレイ動画も作りたいな。では早速どんなゲームか紹介していこウェルモートの巨人の伝説。かの最悪から3度目の夜、それは天空より飛来し、あまたの災いをこの地に招いた。国は滅び、土地は痩せ、悪しき霧が絶望で覆い尽くしていった。王都六剣、その力をもって、3人の巫女に巨人の討伐を命じた。秩序の巫女、カラザナ。慈愛の巫女、タタナ。豊穣の巫女、キラーナ。巫女は自身をくさびとし、巨人をかの地に封じた。かくして、巨人の脅威は去り、伝説はいつしか忘れ去られていった。というわけで、やってきました城下町。ザ・ダンジョン探索 RPG の拠点。もはや説明の必要もないやろう。テキストも、ラスボス倒したらご褒美あげるよ、っていうお約束の縦看板の話。このゲームでは、キャラメイクは宿屋で行うので、そこに向かおう。この、巨人の背骨亭っていうのが宿屋さん。いらっしゃいませ。なんだこの可愛い子は。看板娘のフレッシュゴーレムちゃん。キャラが可愛いという一点だけですでに他のダンジョン RPG に勝るアドバンテージやな。ダンジョン RPG のキャラってごつい人多いもんね。このゲームでは他の NPC だけでなく敵すら可愛いのがいたりする。さて、キャラメイクやったな。左上の冒険者を探すから。見ない顔だな。信号の冒険者かな。たくさん稼いでたくさん食べろ。つっついてる場合やない。ストーリーが進むとセリフも変わったりする。後にしろ。死ぬ前にたくさん食っていけ。後にしろ。キャラメイクはおなじみの種族と特性値を割り振るやつ。職業の概念はなくて特性値とスキルの割り振りで表現していく。種族は人間エルフドワーフカリンのいつもの4種族。カリン。小柄で器用ですばしっこい。原理的に使えへんほのつくあいつらよ殺しろ。各種族の特徴は大体想像の通りやから好みとか役割に応じて選んだらええ。ただ注意点はあって、このゲームでは他のゲームでいうところの素早さが種族固定かつ不変。レベル1億のドワーフでもレベル1のカリンより早く行動することはない。人間4人のパーティーでは必ず開幕全員同時に行動するし、先手を取れん敵相手には一生先手を取られ続けることになる。そこだけは念頭に置いておこう。特性値というか能力値は5つ。なお、ランダム初期ボーナスポイントみたいなのはなくて、最初は全員一律1ポイントをどれかに割り振る。これも内容は大体想像の通り。ウィズダムは魔法防御と行動力に直結するから、イメージに反してタンクとかに重要な気がする。カーソル合わせると説明が出るので、これも役割に応じて割り振ろう。そして名前と見た目。名前は自動で付けてくれる機能もある。パターンはめっちゃ多い。どんだけあるんだ。見た目の方は戦士系、アーチャー系、ヒーラー系、明治系、あと可愛いパターンも。そして最も重要な要素として、ポートレート差し替え可能。それが最重要なの？当たり前やろ。自作の絵でやってることがうちの動画の唯一のアイデンティティやぞ。現時点では立ち絵と顔アイコンそれぞれ20種だったかな。登録できる。パーティーメンバーは4人なので4人作った。
パーティーを編成するから編成。ステータスは下のキャラのとこクリックしたら見られる。タンク運用想定のタンクあかねちゃん。アタッカー運用想定のアタッカーあおいちゃん。ヒーラー運用想定のヒーラーあかねちゃん。ジャマー運用想定のジャマーあおいちゃん。全員まんまじゃねえか。すでに何度かクリア済みで、いつもアタッカーヒーラーメイジって構成でやってるから、ちょっと変えてみた。さらに次はスキル振り。スキルツリーみたいな感じ。なお今表示されてるようなチップは右下の手引きからいつでも読み直せる。むちゃくちゃ項目多くて、初見だとちょっとビビる。このゲームには8系統のアビリティがあって、アビリティのレベルを一定まで上げるとスキルを覚える。基本的には2レベルごとに2つのスキルを覚える感じ。ほなどんな系統があるか軽く見ていこか。まずは戦闘アビリティ。他のゲームでいう戦士とかに相当する攻撃系スキルの多い系統。攻撃を自分に引きつけるようなタンク向きスキルも少しはあるみたい。次は策略アビリティ。仲間全員の能力を引き上げる指揮系スキルと敵の攻撃を引きつけるタンク系スキルの主。他のゲームで言うとロードとかナイトとかジェネラルとかになるかな。次、石膏アビリティ。毒を持ったりとか敵をか乱したりとかのスカウト系スキルが多い。他のゲームでいうシーフとかアサシンを作りたいときはこれやな。ただこのゲームには宝箱の罠とか技術で開ける鍵扉とかはないので必須ではない。ダメージ床を回避するスキルは次の狩人アビリティの受け持ち。で、その狩人アビリティ。石膏と似たような構成やけど攻撃スキルのほとんどは弓専用。アーチャー、スナイパー、ガンナーみたいなキャラを作りたいならこれ。銃は出てこんけど想像力でカバーしろ。お次は進行アビリティ。他のゲームでいう僧侶、それ以上の説明はいらんやろう。多分ほとんどの人のイメージ通りの構成。回復とか防御バフとか。一つ飛ばして技術アビリティ。神の力ではなく薬の力を使っての回復役。薬使いだけに毒の扱いにも長けてて面白いアビリティ。他のゲームで言うと医師、クス師、錬金術師とかかな。一個戻って魔術アビリティ。他のゲームで言う魔法使い。炎、氷、雷の3属性を使った攻撃魔法がメイン。これも説明不要。最後は呪術アビリティ。状態異常とデバフに特化した魔法色。他のゲームではなんて言うんやろ、呪術師とかかな。とにかくこの8つのアビリティを選んでキャラを育てていく。特に制限はないので戦闘と魔術を一人に持たせてもいい。あんま意味ないけどな。いやほら、魔法剣士みたいな。なお、魔法剣は別の方法で疑似的に表現できる。そのあたりは次回に。アビリティポイントは現状最大35までやったかな。しか手に入らんから。自由とは言うても考えて割り振らんとあかんで。1系統を極めるのに20必要だから。メインアビリティに20、サブアビリティに10も割り振るのが無難なのかな。振り直しは割と気軽にできるから手探りでやってってええと思うで。とりあえず最初はタンクあかねちゃんは策略、アタッカーあおいちゃんは戦闘、ヒーラーあかねちゃんは進行と医術、ジャマーあおいちゃんは手術を伸ばしていくことにしよう。アビリティを伸ばしてスキルを覚えたら次はお店で装備を整える。お店の主人のタコさんは残念ながら可愛くもないし何言うてるかもわからん。声はわからないしフードの下も見えないからワンチャン美少女の可能性ある。シュレディンガーのタコ。なおこのゲームもダンジョンゲームのご多分に漏れずアイテムは正体不明の状態で手に入る。ただプレイヤー側で鑑定はできないのでこのタコさんに頼るしかない。その代わり価格はまあまあ良心的やからその点は心配いらんで。さて、そんなこんなで装備も整えて、最後に寺院の紹介。施設はもう一つあるんだけど、今は入れない。あら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 、お困りですかお困りですか。さあさあこちらへ。寺院の神官さんは、可愛いけどちょっとヤバげ。この街まともな人いないの？ダンジョンゲーム好きな人には盲点なんやけど、このゲーム、状態異常も戦闘不能も宿屋に泊まれば治る。だから、わざわざ寺院を使う必要はない。
用途が出てくるのはもうちょっと先やな。さて、大体準備が整ったところで、今回はここまで。次回は、このゲームの一番の特徴、かつ面白いところを紹介します。お楽しみに。